こんちは。複合スキルの紹介、やっていきます。企画内容はタイトルそのまんま、4G に登場した複合スキルを紹介していくよ。4G って複合スキル多いんですよね。なんと20種類以上あります。ただね、複合スキルといっても有用性はピンキリ。そこで2回に分けてお届けしていくよ。今回は諸説回となります。言ってしまえば、微妙スキルたちの回ですね。効果を思い出せない人も多いんじゃないかな。現に我々がそうだった。それじゃあ、張り切っていきましょう。最初はこれ。スキル名強だ。系統名は剛腕だ。内容はスタミナダッシュと KO 術ですね。発掘につくので見慣れた方も多いはずです。どちらも元気攻撃、特に打撃攻撃に効果があり、一見するとシナジーがあるように見えますが、両方活かせる攻撃って少ないんだよな。実質、ハンマーと笛の専用スキルと言っていい。KO の方は気絶効果があれば適用されますが、ぶっちゃけ猫の KO 術でいいです。そもそも、後半はスタンとの相性微妙なことが多いのよ。超大型とか極限とかね。ギルクエタと肝心のラージャンに聞きづらいんですよね。その他モンスも取れて2回ってとこでしょうか。しかも極限状態や古竜は基本的に疲労無効です。元気自体が微妙なんですよね。名前はめっちゃ強そうなんだけどな。攻撃力くらい上がってもよかったよな。2番目、ネバネバ拳法。系統名は北進納豆流だ。ゼヨ君こと交易船の船長にちなむスキルです。発動方法は専用装備のみというレアスキル。ただ、こちらもこれというスキルがないんですよね。不屈は強敵相手に有効なんですが。不屈目当てなら不屈つければいいじゃんってね。諸説編のスキルはこういうのばっかりよ。ゼヨ防具の他スキルが微妙なんだよな。なんだよ体力と水属性攻撃って。実質、水属性のハンマー限定防具ですかね。こんな活用範囲狭いのも珍しいです。名前は独特で面白そうなんだけどね。見て満足するスキルって感じ。3番目、5法。系統名は状態耐性。基礎的な状態異常をすべて無効にするスキルですね。一つで45ポイント分の効果。なんですけど、当然全部生きることはほぼないです。複数と浮く上ならワンチャンあるかもですが。かゆいところに手が届かないのもミソなんだよな。雪だるま、熱唱、悪臭あたりはスルーしちゃうよ。そもそも、状態異常は後半になるほど使い手が減る。パッと思いつくのは毒を使う名槌くらいか。それだったら毒無効だけでいいですしね。気絶もわざわざ対策することではないし。気絶イコールそもそも攻撃食らいすぎ。だからね、耐性系はとりあえずつけるものではないんだよな。4番目、祝福。系統名は祈願。何やらありがたそうなスキルが来ましたね。祈るだの祝うだの。意外と言うべきか、内容は堅実な保護スキルです。過去は確率ですけど。噛み合いはいいんだけど、もう一歩欲しい感あるよね。パッと浮かばないけど。引きになるスキルがないのが惜しいですね。ついででつけば心強かったんですが。極限強化防御と加護効果も重複しちゃうんですよね。しなかったら両採用でゾンビ構成できたかも。確かに、この運用面白そうだよね。即死する状況なら実用性もありそうだし。しゃがる防具がまだ実用的なスキル備えてるから、開拓されたら面白かっただろうな。5番目、増収。系統名は強欲。いかにもな名前してますね。まさに物欲装備。なんですけど、なぜか幸運止まりで中途半端です。激運で良かったんでは。これも効果を生かそうとすると、運用が制限されるのよね。捕獲しないと進化は発揮できない。そうなると、見極めも欲しくなるんだよな。後半は捕獲できる機会も減るしさ。極限と古竜は罠無効ですしね。極限は解除の隙を狙わないといけないし。残念ながら、コラボ用の見せスキルって感じだな。実用性は低いね。6番目、暗躍。系統名は裏カニョ。こちらはガンナー専用のスキルとなってますね。3つの効果が内包されています。隠密を生かし、装填と弾丸を豊富に揃える。まさに暗躍といったところですが。正直、装填数アップだけでいいよね。調合は一応、アイテム欄の節約にはなるが。ほとんどの場合、増弾のピアスで足りるだろう。わざわざこれで発動させることもない。ついでに、今となっては隠密がほぼ死にスキルです。お供がいれば完全には死にませんが。一体何秒役に立つかってラインだよね。存在意味としては相当厳しいな。7番目、精神力。系統名は一心。こちらは集中を含んでいますね。優秀な X0 につくのは高評価。これに関しては、お肉大好きが本当に、マージでいらんのよねこのスキル。これが早食いになら、マジで採用余地あったと思う。
X0 に別で早食いはついてるが、集中、早食い、耳栓プラスアルファだったら、攻略用の体験装備として優秀そうですね。そうなると集中だけでええやんという話になってきて、GX ハンターで良くなっちゃうんですよね。GX ハンターランパーなら 1V で集中発動でファイナルアンサー。なんだこのバグ防具は。ゆべ防具らしいといえばそこまでですけどね。せっかくの複合スキルなのに。8番目、グルメ。系統名は食欲。名前の通り、食べることに関するスキルがつきますね。早食いはしっかりプラス2まで発動。パティシエは上位のエピクエで入手できるので、時期としては割と早めですね。そう、そしてこれこそがこのスキル最大の問題点。発動方法がパティシエだけしかないんだ。発掘、装飾品はおろかお守りもありません。ガチの希少スキルですね。効果自体は攻略用に結構良さげなんだけどな。今となっては発動すら難しいよ。シナジー自体はちゃんとありますもんね。もったいないスキルです。9番目、盾使い。系統名は盾持ち。その名の通りで盾に関連するスキルがつきます。ガード強化なら防げない攻撃は少ないですね。なんですが、肝心の画星がありません。画星と画境の複合で良かったのでは。これに尽きるよな。スタキューも無関係ではないんだけど。基本的にスタミナがきつい状況は競争一択だ。スタキュー以外に体術も重要だからな。そもそも画星がないとスタミナ減少は大きくなりますしね。これがとにかく致命的です。ちなみに、盾持ちの読みは盾持ちでいいと思うけど、攻略本の作品的には死のとこにあるんだよな。これ、瞬時と読めってことでしょうね。何やら怖い話が始まりそう。ダブルクロスのガイドブックでは他行にあるんだって。マジで謎だ。10番目、俗物強化。系統名は増幅。属性攻撃強化とアイテム使用強化の複合です。状態以上は強化されません。このスキル、生産でつく防具は2つしかありません。お守りか発掘が必須になります。その上で、残念ながら有用性は低いね。基本、属性を盛るのが第一になると思うが。まず、各属性をプラス3まで上げるべきですからね。基本的には特化した方が強いです。後半になると、属性そのものが怪しくなってくるしね。極限状態って言うんだけど。これはこのスキルに限った話じゃありませんが、無視できる要素でもないですね。総合すると、かなり印象が薄いスキルになるな。悪かないんだけどさ。アイテム使用強化も5スロでつけられますしね。このスキルである必要がないです。11番目、鉄壁。系統名は眼鏡。いかにも屈強そうなスキルが来ましたね。防御系の効果が複合されています。しかしながら、防御力アップは中。肝心の防御性能はそこまで上がりません。もう一個のスキルも防御ダウン状態の無効ってな。そもそも発動自体が珍しい状態だぞ。生存重視なら、加護の方が強いと思ってる。祝福の方がよっぽど眼鏡になるよ。我々の感覚だと、防御アップより鉄面ピノが使います。そしてそれなら5スロスキルで済むという。マジで名前負けしてんだよなこのスキル。グラビド Z には画星つかないっさ。というわけで以上、諸説編11スキルの紹介でした。最後に、諸説編の子たちの共通点を見ていきましょう。何が問題なのか。一つ、そもそも内包する効果が微妙。便利っちゃ便利だけど、な効果が多い。ステータス強化系はまだマシなんですけど、スタミナ系なんて競争薬飲めば全部解決ですからね。そして仮に有用なスキルがついたとて、他の効果が微妙でもダメでしたね。複合スキルの難しいところだよなこれ。内包する効果が単体でも発動可能っていうね。4G プレイヤーにとって複合スキルは馴染み深いものだが、結構シビアな界隈なんだよな。すべて有用かつシナジーがないと採用できませんからね。これだけスキルあるのにちょっともったいないです。とはいえ使い物にならないほどではない。うまく組み合わせて遊ぶのも面白いんじゃないかな。私はやらないけど。次回は有用編として強力なものを紹介します。ぜひぜひそちらもご覧ください。ほいじゃ、次の動画で。またね。